はい、皆さんこんにちは。今日はね、11月中旬ということで、今までね動画で上げてたのがね、だいたいね2、3ヶ月ぐらい前かな。最後の駐車場をね、敷いて採石を入れたっていうのがね、あれが9月の初めですんで、2ヶ月以上、経ってます。で、なんで2ヶ月以上経ってるかというと、なかなかね仕事がちょっと忙しくて、山に来れませんでした。で、さらにね、私今年ね町内会のちょっと班長の役員になってるから、いろいろねこう町内会の仕事がね休みの日に入るんですよ。なのでね、いろんな行事とかね、会議とかね、イベントに出席しないといけないので、なかなかね休みが潰されて、来る機会がねほとんどありませんでした。今日はねちょっと午前中ね用事あったので、ちょっと午後から来てます。はい。で、2ヶ月ぶりに来たわけじゃないんですが、ちょこちょこね来てね、作業はできないんですが、ちょっと様子見に来たりとか、ちょっと道具をね持ってったり、持ち帰ったりとかね、そういったものでちょこちょこは来てたんですが、まじまじとね見るのは今日が初めてです。2ヶ月ぶりに来ると山の景色がね一変しております。はい、こんな感じです。もう木もね全部紅葉がねもう大体終わりぐらいでしょうかね。木の葉が落ちてきて、こんな感じ。ここら辺もね夏場に来た最後の方はね、もうほんとつるに全部巻かれて、もう緑でてんこ盛りになってたんですが、ようやくね、だんだんと枯れ始めてきてます。ここもね、もう私がこう移植して植えたこのピンクテープのついた木ね、ここがあるんですが、ここもね全部つるに巻かれて、もうこう緑のね壁になってました。それもね、今は、だんだんとこう、沈んできてね、紅葉が終わりつつあります。落ち葉がものすごいです。枯れないのはね笹だけですね。はい、ここの笹やぶはね、後で全部刈ります。もみじがね、とても綺麗ですね。はい、奥までねずいぶん見渡せるようになりました。今日の動画はね、作業はしませんので、どんな感じになってるかっていうね、近況報告も含めて、ちょっと2ヶ月ぶりのね、山をちょっと、見ていきたいなと思います。よいしょ。はい、もうね全部紅葉に漏れてますね。すげえな。ここの笹やぶはねまだ開拓してないんですが、土地のね、なんていうか一番西側でしょうかね。隣にバスが見えますけど、そこの隣の、敷地との境界になります。はい、笹はね枯れないんですよ。なのでね笹刈りをしないと枯れません。後ほどねちょっときれいに刈り払い機を使ってねやっていこうと思います。で、刈り払い機といえばね、私ね、10月かな、先月ですね、刈り払い機、草刈り機ですね、俗に言う草刈り機と、あと木を倒すためのチェーンソーのね、資格を取ってきました。講習を受けてね、刈り払い機の講習と、あとチェーンソーの講習をね受けてきました。山ではねバンバン使うと思いますんで、刈り払い機はね今重機が入ってるんでなかなか使わないんですが、こういう開いたりするところはね、使いますんで、ちょっとね刈り払い機、私もねあまり初心者ど素人なので、講習受けた方がいいかなということでね、チェーンソーと刈り払い機の講習を受けて資格をね、無事取りましたんで、これでね多少はこう使い慣れてくればねうまくできるのかなと思います。今はねもうこんな感じで荒れておりますね。隣の土地の中見えなかったけどね、もうほんとすっかり見えます。枯れてる木もありますんでね、あとそういうのはね全部、きれいにしていきたいと思います。で、前回ね撮影はしてなかったんですが、残土置き場ね作り終わって駐車場を作ったっていうところまではやったんですけども、その後にね 1,2 回ちょっとね、ほんの何時間か作業する時間がありましたんで、ちょっとユンボを使ってね残土置き場をね慣らしたんですよ。で、自分の土地結構ね崖の下まであるんですが、ちょっとね慣らしてこう平面を増やそうと思ってね、ちょっとユンボを使って、
整地しました。整地っていうかね、残土をちょっとね、ちょっと広げて、奥の土地をね、ちょっと広げました。おかげでこんな柄がまた出てきましたけれども、ここにね、なぜかヒノキの木があります。これは未生ですね。飛んできたやつですね、多分。はい。でね、ここにね、でっかい木があります。これもね、全部つるに巻かれて、頭がね、もう切れてるんですよ。ポキッと折れちゃってね、これも伐採したいと思うんですが、木のね、自体はね、隣の土地になります。ここはね、私の土地なんでね、まあこれは枯れますけども、ちょっとね、ユンボとかを使ってね、崖の下の方に倒れないようにね、うまくしないと、あと隣とね、全部つるが絡んでますんで、こういったつるはね、本当に危険ですんでね、倒した瞬間思いもよらない方向に倒れるっていうね、まあ今回講習でね、こういったものを勉強しましたけども、結構危険です。こういうつるが絡んでるやつね、なかなか思い通りに倒れませんので、まあつるとかを全部一回切ってね、やればいいんですけども、まあそこはね、おいおいちょっと枯れてきたあたりでね、まあ綺麗にできればいいかなと思います。ちょっと景観が悪いですね。ここも全部、つる巻かれて折れてますし、上までね全部つるなので、これはねもう撤去した方がね綺麗になります。もう見晴らしも良くなりますしね。で枯れてる木がねあります。これでっかいんですが、これギリギリね私の土地より下なんですよ。なのでちょっと隣の地主さんにね聞かないといけないんですが、下の方もねもうこう倒れてる木はありますけどね、これもできれば倒したいですね。結構でかいですけどね、まあワイヤーを使ってね引き上げるしかないかなと思います。はい、これもね斜めってます。これなんだっけな、桜だったかな、桜じゃねえな、ちょっともう桜っぽいけどね、これ斜めってね、もうなんだろう、台風かなんかかな、強風でね多分あとつる巻かれてるんで引っ張られたんですね。もう倒れてます、こうね。こういったものも、あとそこにねちょっと小さな木ありますけども、ちょっとすっきりさせるために本当にまあ綺麗な木は後ろにねちゃんと紅葉してね、綺麗なもみじとかありますんで、まあそういったものをね、枯れてる木、あと倒れてる木はね、撤去して、まあ綺麗にねしていきたいと思います。はい。でまだ残土ありますけどね、これもちょっと後々、まあ、広げたりするときにね使えると思いますんで、はい、今はねこんなまあ綺麗なちょっと斜面になってますけどね、はい、まあ自分の土地ぐらいまではね、まあ、広げてもいいのかなと思います。ただねちょっと土砂崩れとかしちゃうとね危険なので、あんまり盛り土はしないですけど、まあ、削りながらねちょっと崖下のレベルにまでねもちろん下げれないんですが、ここが一体盛り土してありますんで、前の地主さんがね、やったんですけれども、なのでここの土地のレベルもぐっと下げますんで、まあそうするとね比較的ここまで、急にならないのかなとは思います。ここにもあります枯れた木ね。はい、これもねうちの土地なので、これもね伐採します。はい。あとねここら辺がねすごいんですよ。資材置き場にしてたんだろうね。外でつるがねかぶさって夏は見えないんだけど、これは冬の間にね、整理しようと思ってました。でこれねこの土地を買って一番最初にね青い倉庫の中整理しましたけども、それと同じようなやつね、石、まあ造園屋さんだったのでねこういう資材があります。石の資材、まあかっこいいやつですね。これは使えるので処分はしないんですけれども、これはねここにあってもしょうがないんですよ。ここをねきれいにバーッと広げたいので、ってなるとこういったものを全部整理してね、もう一回残土じゃない、資材置き場をね、きれいにして、全部まとめないとここら辺は開けないので、ちょっと冬の間雪が降っちゃうともうどうしようもないんですけれども、まあできそうな時にね、今年はねちょっと秋がねなかったですね。本当作業のしやすい秋っていうのがねなかなかなかったので、作業がねできなかったんですが、まあ冬になってもね、まあなるべく雪が降ってない、積もってない時はね、作業していきたいなというところはあります。こういった木もね今冬の間ではねもうすぐ倒せますんで、幸いユンボがありますんで、ワイヤーをかけてね奥側に倒れると取れませんので、手前側に引っ張りながらね、
チェーンソーを使いながら、切っていけばいいかなと思います。はい、ここはね、イノシシに荒らされましたね。完璧。イノシシに荒らされてます。最近もイノシシ来ます。クマも来ます。はい、後ろからね、夏は入れないんですが、今はね、入れます。で、これはね、コンクリートの柄ですね。もう苔が生えてますね。はい、苔が生えて、その隙間からこの木が出てくるってね、すごいんですね。で、資材は使えますんで、これはね、取っておいてもいいかなと思います。その上にね、なんか御影石みたいなね、たくさんありますけども、使えるのかな？多分自分では使わないと思います。はい。で、ちょっとね、奥の方行ってみましょう。滑るんでね、ちょっとスパイク持ってくればよかったな。はい。ここら辺もね、多少ゴミはありますけども、埋まってはないと思います、ここは。埋まってんのそこね。同じ、これ今ね、隣の土地に、私の土地ね、ここぐらいまであるんですけども、ここはね、多分盛り土してあるんですよ。ゴミ埋まってるかはわかんないけど、盛り土してあります。前の地主さんがね、盛り土したんですね。だからこんな急に崖見たくなってます。で、手前側は、なだらかな斜面になってます。これだったら普通にね、歩けますんで、歩くだけでね、もうほんと、こういうのたくさんつきます。山の中なんでね、普通なんでしょうけど、はい。できればね、こういったところも全部きれいにね、一回仮払い機を使って、全部、下刈りの方をね、してきれいにしてあげればね、見栄えも良くなって、手入れもしやすいという風にね、なると思うんですが、はい、こんな感じです。ここはね、私の土地の中ですんで、きれいにしたらね、比較的、楽しいところがね、出来上がるのかなと思います。もうちょっと下行ってみます。で、私の警戒はここですね。警戒具ありますんで、はい、ここですね。ここまで、がね、この崖の途中までがね、境界となってて、下はね、違う地主さんがいらっしゃいます。会ったことはないんだけどね、会社名になってますんで、もう何十年も前にね、ここ分譲した時にね、買ったらしいですけども、ずーっと手つかずということで、何万坪だったかな。下の川まで全部持ってます。隣の地主さんね、ちょっとお邪魔しますけどね。はい。なので、ここもね、笹だけがすごい生えてますね。ここもね、全部買ってあげればね、もうほんとすっきりします。で、ここら辺はちょっと斜面なんでね、あんまりないんですね。日当たりもね、広葉樹が生えてるおかげでね、あんまり日当たりも良くないので、そこまで草は生えてないです。ただこういった倒木した後の木とかね、根っこから崩れてますね。で、ゴミ、空き缶とかね、そういったのあります。埋まってはないとは思いますね。さすがに斜面なのでね、ここに埋めてたらもう相当やばいですね。こういった結構ね、立派な木。あとはこれね、これも枯れてますね。こういったのも切りたいけどね、ここはちょっとギリギリ私の土地じゃないかな。っていうのもあるので、ちょっとこういった斜面もね、ここは敷地内なんですけども、斜面もありますんで、こういったところもちょっと歩けるような階段を作ったりね、してあげれば、多少はね、山の中でね、自然をね、見れるところができるかなと思います。はい。今こんな感じ。紅葉、まだ綺麗ですね。はい。ここはね、ちょっと急で登れないんですよ。うわぁ。じゃあちょっとね、上に戻ります。はい。今ね、ちょっと登ってきました。ここはね、隣の、今度東側のね、たまに来てくれるね、隣の地主さんとの境界です。もうほんとスカスカになってね、中まで見えます。こっちはね、比較的綺麗です。私のとこまだね、こういったゴミたくさんありますよ。正直ね。映してないところもありますけども、こういったゴミはね、あります。拾えば済むものなのでね、時間あるときに、片付ければね、いいかなと思いますけども、あそこにもね、擁壁がたくさんありますね。ちょっとね、処分に困るものが多くて困るんですが、はい。
こがね、ちょうど境界かな。ライン的にはね、まあ、ここですね。私がユンボで、開拓しているこのラインぐらいが、ちょうどですね。あそこにね、ピンクテープあるの、ちょっと見にくいんだけど、木が目印で、その下に境界ありますんで、まあ、ここはね、ギリギリ隣の土地との境界というふうになります。前回、夏に開いたここね、今こんな感じ。で、先月だったかな、先々月かな。一回ね、ちょっと様子だけ見に来たときは、もう全部ね、草で覆われて緑になってしまいました。今はね、もう、まあ冬に近いので、徐々にね、緑は引いてきましたけれども、まあこんな感じです。早くこの鉄くずとかね、ほんと全部処分できるのはね、早くゴミを処分したいんですが、なかなか一人だとね、思うようにはいかないです。あと、前回切るっつってたね、これ栗かな。栗と、松、赤松ね。松もね、上の方はまだ咲いてるんですけどね。ただもう、ちょっとほぼ枯れてきてますね。まあ、枝を剪定してあげてね、スパッと、してあげればね、まあいいのかなとも思うんですが、この栗の木はね、二股ですね。これ、そっちまで行ってます。まあ、切るならね、冬のうちですね。緑が出ないうちに、そっちまでね、ずーっと伸びてます。なぜか横にね。これを切ってあげれば結構すっきりしますね。なので、もう、この株の根元でね、切ってあげて、まあ、こっちだけ残してもいいんですけどね。こっちはまだ多分栗ができますんで、枝はもう全部枯れちゃってますけども、まあ、剪定してあげてね、やれば、こんな感じで、あ、いった、いって、めっちゃいた。はい。これ開いてないね。こんな感じで、なんか食われてんのかな。イノシシかな。もうね、栗の中全部食べられてます。まあ、こんな感じでね、栗も落ちてきますんで、まあ、残しててもいいのかなと思いますね。そっちにも株がありますね。三つ股かな。になってます。まあ、これはね、隣の地主さんから伐採許可もらってますんで、まあ、切ってもいいしね、まあ、綺麗に残してもいいかなと思います。まあ、こういうためにね、チェーンソーの資格も取りましたんでね。はい。で、ここはね、今作業が止まってます。この、なんかわかんないね、なんかコメントでいただいたんで、水道管だったかな。水道管の中にコンクリを埋めてそのまま埋設したやつですねとか、なんかそんな感じでコメントがありましたね。私なんかコンクリート杭かなんかかなと思ったんですが、そうではないみたいです。水道パイプ多分ね、地面に埋まってるやつを多分廃止するときにコンクリを埋めちゃうのかな。でそのまま埋めっぱなしにするのかな。でそれを多分解体工事で掘り出して、まあ、こんな感じになってるというようです。ちょっとわかんないですけどね、まあ、そういうコメントもいただいておりました。詳しい方はね、たくさんいらっしゃいますんで、そういうアドバイスとかね、わからないことを教えていただけるとね、非常に助かります。はいね、ここはね、石がたくさんあります。これは前回切ったつるかな。全部つる切りもね、本当はしたいんですね。よくね、除伐っていう、まあ、林業の言葉があるんですが、これも除伐必要ですね。こういったつるとかね、灌木、雑木たくさん生えてますんで、こういったのをきれいにしないとね、本当に夏になると大変なことになりますんで、こう、つるを切ればね、枯れて、あと、風とか吹くとね、ポロポロって、まあ、何年かするとね、落ちてくるんですがね、まあ、もうちょっときれいにしたいですね。はい。すげえな、なんだこれ。なんかね、すごいパイプが出てくるな。これはね、隣の地主さんの土地なので、手はつけてないんですが、前回ね、隣の地主さん、あと私の土地を売ってくれた、不動産屋さん、あと売ってくれた地主さん来てね、話し合いしたって言いましたね。その後なんですが、返事は今のところありません。もう何ヶ月か経ってますけどね、返事はないです。1回目返事ちょっともらったんですけどね、ちょっとね、金額的に
厳しいかなっていう、相続した、方たちね、家族の方がね売ってくれたんですがね、ちょっとねこれを買い戻すのは金額的にちょっと無理があるかなという、返事はね1回いただいてたんですが、ちょっとあといろいろな機関とかにね、相談できるところにね、ちょっと聞いてみますということだったんですが、今のところね、その返事はないです。期待は正直してなかったんですが、隣の地主さんもね社長さんなんでいろんな手を使ってねここをなんとかしたいっていうのはあると思うんですが、私はね争う気はないので、結構コメントでもね言われるんですけれども、土地を買うときにね私はこれを知ってて買ってるので、今更貸し担保責任だとかね、責任を取らせろとかね、そういうのは無理ですから、もう不動産屋さんが説明を受けて私それを買ってますので、基本的に契約解除とか、そういう貸し担保責任取れとかそういうのはね無理です。私もそれはねもう希望しておりませんので、そういったコメントはねちょっとあまり相手にはしないようにしてますけれども、私が言いたいのはね、ゴミが埋まってる、ゴミが置いてあるっていうのは分かってたんです。こういうふうにね、ただねちょっと掘り起こしたゴミの量がレベルが桁違いだなっていう、そういうとこなんですね。なのでそこはね最初に調べてほしかったなっていうのもありますし、こっちがね最初に調べてなかったのもありますんで、掘り返してね事前に調べるなんてまず不可能なんですけれども、そういったことも含めて、誰に責任があるかっていうとね、ここの地主さんはもう亡くなってますし、相続した方、家族の方はね、土地も見てない状態で、不動産屋さんから今土地の状況をね、こういったゴミとかある状態ですが、それでも買うっていう人がいるので、売りますかっていう話なんで、基本的にね、今回直接売ってくれたその家族の相続された方は、私的に言えばね、責任を取る、必要があるかないかというとねちょっと微妙なところですよね。売ったんだから多少責任はあるかなとは思うんですが、それを承知して買ってるのは私ですんで、なのでね、ただねこんな正直ね予想外です。この量はね私一人の力でどうのこうのできるレベルじゃないかなとは思ってるんですが、諦めずにねやってますよ、できるときはね。ただ最近はねちょっと来る時間がなくてねこんな感じになってますけども、今ね現状このままです。あと木もね、もう枯れてるやつは冬の間にね、伐採しますんで、あとここにね溜めてあったこの切り出した木ね、これもね冬の間に、薪にするなり切ってね、ストーブの燃料にするなり、ちょっと片付けたいですね。今ね現状こんなところです。あとね気になってる方、いるかわかんないですが、ここのキウイのつるね、何回も片付けましたよね。今年はできませんでした。切ったからね、切って剪定しまくったので、今年はね実がなりませんでした。この通りです。探してもね実は、1個もないです。ちょっとね失敗したのかもしれないですね。来年になったらできるのかもしれないですし、ちょっとねそこは結果を見てみたいと思います。駐車場のね、拡張も、無事終了しまして、まだねちょっと教会のところにねきちっと石を置いたりとかね、そういった完成形ではないですが、いいかなと思います。今日はねもうちょっと夕方からまた用事あるんでね、ここら辺のねちょっと倉庫の中とかいろいろ片付けてね、冬支度をしてね帰ろうかなと思います。じゃあちょっとね今日は作業じゃないんですが、今の現状ね2ヶ月ぶりに来た現状、夏にね結構頑張ってね取りだめしたんですが、駐車場を作ったところで拡張したところでね、
動画終わってましたんで、今これがね、続きの動画になりますので、動画的にはちょっと2ヶ月間、私が来てない間飛ばした感じになりますけれども、今現状こんな感じです。というご紹介でした。はい、じゃあまたね、次回以降、作業できる時がありましたらね、ちょっとね、休んでる間にね、山仕事してない間に案件とかもね、結構何件か溜まってきたのでね、ちょっとそういった撮影もしつつね、ちょっと頑張って、撮影と、あと、作業とね、やっていきたいと思います。はい、今11月、中旬、こんな感じでございます。この間ね、雪が降りました。積もりはしなかったけどね、路肩にうっすら白くなりましたね。はい。ちょっとね、雪が降ると作業できないんでね、できることからね、ぼちぼちと片付けとかね、していきたいと思います。じゃあまた次回以降もね、引き続き作業の方、撮影の方していきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。